今年の2月に起きた本当の話。そろそろ自分の中でも整理ができてきたので投下する。今、大学4年で就職も決まり、学校生活も落ち着いたので、念願の車の免許を取るべく免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方だった。そこで地元が同じである4人の大学生と仲良くなった。毎晩話をしているうちに、免許合宿が終わったらお祝いも兼ねてどこかにドライブに行こうという話になった。無事全員免許を取得することができ、後日ドライブの日程を決めようということで解散した。後日 LINE で連絡を取り合い日程を決めた。その日、親の車を使えるのが俺だけだった。他の4人は住んでいるところも比較的近くだったため、どこかで集合し、原付で俺の家まで来ることになったようだった。4人のうちの1人にアルバイトがあったため、夜中の1時に俺の家に到着というプランだった。ここからは聞いた話になる。4人は12時に無事集合し、全員原付で出発したようだ。夜中だということもあり、車も少なく快適なドライブだったらしい。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ次の信号に引っかからずに行くことができるかというレースのような状態になった。レースに夢中になり、ふと気づくと一人いなくなっていたらしい。3人で今来た道を戻り、原付を脇に止めて困り果てているのを発見した。調子が悪くて動かなくなったんだそうだ。素人4人だったが、なんとかまたエンジンをかけることができた。一人の調子が悪いので、レースは控えて、ゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。先ほど原付が故障した一人も何の問題もなく走っていったため、またレースが始まってしまった。気づくと、またさっきの一人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。すると、また原付が脇に止めてあった。ああ、またかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと、3人は原付を止めて辺りを探した。10分ほど探したが、見つからなかったため、途方に暮れていた時に、脇の田んぼから携帯音の着信がしたらしい。この時、1時を少し過ぎており、俺が電話したのが、ちょうど行方不明の彼だった。3人は着信音に驚き、田んぼの方に恐る恐る歩いていったらしい。そこは街灯も少なく、とても暗かったという。すると、そこに行方不明だった一人がいた。その時の彼の様子は、まるで恐ろしいものでも見たように、目を見開き、涙を流し、失禁していた。口も開いたまま、泥だらけになり、田んぼの真ん中らへんで突っ立っていたそうだ。見つけた3人は焦って呼びかけたが、まるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、泥だらけになりながら、なんとか彼を引き上げた。ここで俺に別の一人から電話が入り、
風呂と着替えを用意してほしいということと、ドライブは中止だということを言われた。俺は事情がわからないまま言われた通りにし待っていた。4人が到着したのは結局2時過ぎだったと思う。4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛り付けていた。まだ放心していた一人を4人がかりで風呂に入れ、ジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。失禁もしていたため、俺らは気を使い、先ほどのことは聞かなかった。すると、ポツン、ポツンと話し始めた。突然、また原付が故障し、脇に止めて、皆が戻ってくるのを待っていた。すると、道の向こう側で、女の人が忽然と現れて、手招きをしているのだという。街灯に照らされ、すごく不気味だったそうだ。話しかけても、決して話し返してはくれず、ただ手をこまねいているだけだったという。そこから記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日車で彼の原付を取りに行こうということだけ決めて寝ることにした。三人はすぐに寝つき、彼も意外とすっと寝ついた。それを見て安心し、いつの間にか俺も寝てた。それが3時ぐらいだったと思う。4時頃、誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺、もう帰らないといけない。俺、帰らないと。そう言っていた。あんなことがあったため、驚いたが、しきりに帰りたがるので、俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は帰らないとしか言わなかった。結局拉致が開かず、不安ではあったが、家に着いたら必ず電話するようにと念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまっていた。朝10時過ぎ頃、電話で起こされた。彼からだったので嫌な予感がしたが、出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら、彼が死んだと言っていた。朝、彼の原付があったので、帰ってきたのかと思い、部屋に入ると、死んでいたのだそうだ。驚いて皆を起こし、住所を聞き、すぐさま親の車で彼の家に向かった。家に着くと警察がいた。彼の母親が外に出てきてくれて、中に入れてくれようとしたが、警官に止められた。昨晩一緒にいた旨を伝えると、余計に見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、
警察署に来てほしいと言われた。結局、パトカーと俺の車に分けられて、警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取り調べ室のようなところに4人座らされ待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきて、こう言った。相当な衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。写真には仰向けになり、天井に手を突き出したまま死んでいる彼の姿が映っていた。目は見開き、涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の気が引いて真っ白だった。中年の刑事がすぐにポケットに写真を直して、彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど手と腕が硬直していた。また、肩が上から無理やり引っ張られたように両方抜けていったという。一番覚えていることが、肩が抜けているのになぜ手が天井を向いたままなのか全くわからない。とつぶやいていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。中年男性は黙ったまま最後まで聞いてくれた。俺らの話が終わると一言。田んぼの場所と、はじめに彼の原付の調子が悪くなった場所はどこか、ということだけ聞いてきた。昨晩、彼と一緒だったうちの一人が地図で場所を教えると、男性は、そこか、とつぶやいた。その後、簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に帰された。原付も警察が回収してくれたようだった。後日、代表して俺が父親と彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただただ静かに泣いているだけだった。結局、司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日、彼の葬式があり、父親と友人と参列した。証拠をするために彼の家の前まで来ると、棺桶はなかった。そのまま証拠を得たが、あの時帰らさなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると、彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという。会わせてほしいとお願いをするも断られた。無礼だとは思ったが、お願いし続けると、しぶしぶ承諾してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。
やがて式が終わり、彼の両親に呼ばれ行ってみると、そこには棺桶ではなく箱があった。高さ2メートルほどで、横も2メートルほど。幅は棺桶と変わらない幅だった。両開きの扉が側面についていた。装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、正直、私たちでも見るのがつらい。見る覚悟がある方だけ、息子を見てやってください。と言った。正直、足が震えていたが、嫌な予感がしつつも、俺は両開きの扉を開けた。予想通り、彼は、あの写真のママの姿で、そこにいた。手を突き出し、おそらく、まぶたを閉じることができなかったのか、目の部分には、白い布がかぶせてあった。思わず、と声が出て、引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め、全員が見たが、皆同じような反応をしており、中には腰が砕けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるにはもう肩も外れているため、両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたもまるで皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らはただただ泣きながらそれを聞き、彼の両親に謝った。彼の両親は、あなたたちのせいじゃない、とずっと言ってくれたが、俺らはただただ謝るしかできなかった。その後、泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りながら車中で、ふと警察で中年男性がしたのと同じ質問をしてきた。地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親も、そこか、とつぶやいた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話は終わった。彼の49日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は、話半分で聞いてくれ、との前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく、彼の原付が初めに故障したのは、神の家坂と呼ばれているところだろう。今では、神の家となまっているが、昔は神桶坂と呼ばれていた。少なくとも、祖父が子供の頃はそうだった。当時、棺桶を作る仕事は身分の低い人がする仕事だったそうだ。そのため、棺桶一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また、差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。例えば、規制のものに入らないほど巨漢であるとか、何らかの事情で規制の棺桶に入れられないケースに特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、ガテンが言った。棺桶に入らないほどの巨漢など、そうそういるものではない。父親は続けた。
手をこまねいていたのが女性だという点でも思い当たる節があるという。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文はすべてその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きしているが、特注品は4、5注文が入って、死体が腐る前にすぐに用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど、注文が入れば必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく、装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない出来だったそうだ。ちょうどその頃不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文をすべてこなしたという。しかし、最終的に特注品の注文が彼女のところにしか来なくなり、どんどん私腹を肥やしていく彼女は、他の棺桶屋や周囲の農民からも妬まれ、最後は若くして惨殺されたそうだ。大勢に農具や工具で原型をとどめないほど無残に殺され、田畑の肥やしにされたらしい。父親は、ここからは自分の予想だという。おそらく、彼が田んぼの中で硬直していたのもそのせいではないか。手をこまねいていた女性は、その女性ではないだろうかと。考えすぎだと思うし、ここからは祖父の作り話かもしれない。ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがない。と父親は続けた。例の女性が殺された後、殺した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか。特殊な道具、方法でもあるんじゃないかと探したらしい。すると家には作りかけの特注品の棺桶と見たこともない祭壇があったそうだ。特注品といえど亡くなり方は様々なため、一つ一つの大きさ、形が違う。にもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを全員が不審に思ったそうだ。そんな最中、不審死が起こった。棺桶屋たちは、もしやと思い、彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分違わず、ぴったりだったらしい。もしかすると、彼女が特注品の注文をもらえるような何らかの方法、呪いで不審死を引き起こしていたのかもしれない。また、それが今回の俺の亡くなった友人にたまたま降りかかったのではないだろうか。と言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろう。友達にも話していない。ただ、もう自分で溜め込んでおくのが辛くで、ここに書き込みをさせてもらいました。長文、乱文、多文を長々とすみません。あの時、引き止めておけばと今でも思うのですが、正直、怖かった。体も冷たく、瞬きもせずに、帰りたいという帰るから離れたかった。本当に
申し訳ない。